セカオワよりファンタジーですよ。バスの車内はこんな感じ。マラケシュからメルズーガと一緒ですね。で、今回私はシートナンバー1なのでドライバーさんの真後ろになります。予定通り夜7時にバス出発しましてですね、今深夜の11時55分、やっと休憩のところに止まったみたいです。休憩所の周りはこんな感じですね。そこにレストランが1軒あって売店がいくつかあった感じです。午前3時55分フェズのバスターミナルに着きました。予定より20分ぐらい早く着きましたね。今回フェズが目的地じゃなくて、この後シェフシャウエンに向かうんですけども、そのバスが8時発になるのでどうしようかなって感じです。バス降りてすぐのところにカフェっぽいところがあって、こんな時間でもやってるっぽいですね。 Google マップで見たら24時間営業ってなってました。カフェに入ってお茶を頼みました。10ディルハムでした。時間は6時58分になりました。で、ここからですね、シェフシャウエン行きのバスターミナルへ向かいます。ここに来た時と違うバス会社なので、ちょっとバスターミナル離れてて、で徒歩28分なんですけど、節約のため歩いていこうと思います。向こうに見えるのがフェズの列車の駅ですね。で、フェズの街並みはこんな感じです。あんまり綺麗とは言えないかな。ちなみに今歩いてるのは新市街ですね。フェズの新市街側になるはずなので、観光で有名な旧市街とはまた違った街並みになると思います。20分ちょい歩いて着きました。 CTM のバスターミナルのはずです。荷物重い。建物の中にはカフェがあるみたいですね。ここで朝食とってる人もいます。お菓子とか飲み物が買える自販機があって便利でいいですね。ただ料金は全く分かりません。カフェで売ってる水が安かった。このサイズ6ディルハムだって。6ディルハム安いじゃん。ここでも預ける荷物は料金がかかって、ここは5ですね。5ディルハムでした。バスのチケットは、モロッコのバスのチケットは毎回今回は125という外部サイトで取っちゃったこともあって、公式料金よりちょっと高いんですけど、でフェズからシェフシャウエンは180ディルハムでした。7時55分にバスに乗り込みました。バスの内装とか乗り心地とかはスープラトゥアーズと一緒っすね。で、今回も私はシートナンバー1なのでドライバーさんの真後ろの席になります。8時ぴったりにバス出発しました。フェズからシェフシャウエンまでは4時間、12時に着く予定です。道中はすごい綺麗なところを通ってます。全然想像と違うすごい綺麗な景色が広がってます。9時36分休憩です。ガソリンスタンドと、あとこっちカフェとかもありますね。もちろんトイレもあります。10時4分でバスが出発しました。シェフシャウエンが近づいてきたので、こんな青い建物が現れ始めましたよ。ここ観光客がすごいですね。ここがあれか、シェフシャウエンの街並み全体を眺められる場所なんですね。確かに眺めいいです。ここはで、特に奥の方は青い建物が多いから、あっちが旧市街かな。もうすぐでバスターミナルに着きます。シェフシャウエンがこんな山の中にあるとは全然知らなかった。12時22分頃、22分遅れぐらいでシェフシャウエンのバスターミナル着きました。いや、今のところの印象なんですけど、かなり良さそうな街ですね。建物の色使いも綺麗ですし、街自体が綺麗です。では今からタクシーを使って予約しているホテルの方に行きたいと思います。ターミナルの敷地の外を出たらすぐにタクシー捕まりました。で、ここ結構な坂道だから、重い荷物持って徒歩で行くのは多分しんどかったから、タクシーで正解だねこれ。
タクシー降りました。メディナの中は車入れないみたいなので、ここからは歩きになります。この門みたいになってるところがメディナ旧市街の入り口になってるみたいですね。で、旧市街の中を通って予約しているホテルへ向かいます。メディナの中はこんな細い道の両脇にお店が立ち並んでる感じですね。重い荷物を持っていなければめちゃくちゃ楽しそうな街並みです。ああ、いいっすね。青と白。この辺も綺麗です。青と白の街ですね。これは確かに青と白の街。ありました。意外とすんなり見つかりました。予約しているホテル、カーサエルハオータって読むのかな、こちらになります。まだ12時50分だけどチェックインさせてもらいました。で、部屋タイプは最安がツインルームだったので、ベッドが2つありますね。で、残念ながらテレビ、冷蔵庫あたりはない。ただエアコンがあります。あと水回りですね。で、こんな感じで。で、アメニティなんですけど、石鹸。で、これジェルって書いてあるから多分ボディジェル。これがシャンプーですね。一通り揃ってる感じで、悪くないでしょう。で、Wi-Fi はそれなりに出てますね。悪くないです。それでこのホテル、朝食会場にもなっているテラスからの景色がいいみたいなので、テラスの方に行ってみます。テラスに登ってきましたが、真っ青に着色してますね。で、こっから外の景色は、こんな感じか。すんごい正直言うと、そこまで景色がいいとも感じない。はい。で、こちらのシェフシャウエンのカーサエルハオータ2泊します。2泊朝食付きで 12,782 円でした。booking.com で予約しました。めちゃくちゃ腹減りました。30時間ぐらいまともに飯食ってないんで、飯食います。こちらのクロックというレストランに入りました。メニューでわざわざ囲ってあるこのキャメルバーガー食べようと思います。飲み物はスプライトもらいました。飯は食ってないし、飲み物を水しか飲んでなかったからね、30時間。できました。キャメルバーガー、ラクダ肉のハンバーガーですね。あとポテトとサラダもついてるラクダ肉。いただきます。味はほぼビーフですね。最近ドバイでもラクダ肉のステーキ食べましたけど、やっぱビーフに似てる気がします。ごちそうさまでした。お会計130ディルハムでした。手数料とかそういう余計な追加料金なしでクレジットカードで払えたんでよかったです。今近くの個人商店に行って水 1.5 リットルとオレンジジュース買ってきました。合計20ディルハムでした。バスの中で寝たり起きたりはしてたんですけど、さすがにちょっとしんどいので、1、2時間仮眠取ります。おやすみなさい。ただいま時間は夕方5時57分になります。予定通りぐらいに起きれましたね。あの後速攻で寝て、爆睡熟睡しておりました。この道とか本当青って感じで雰囲気のあるいい道ですね。こちらちょっと開けたこちらはハウタ広場というみたいですね。そうか、ハウタって私の宿泊しているホテルにも名前が入ってるな。ハウタって読むのか今更ですが、そんな大きい広場じゃないからそこまで人がたくさんいるわけではなさそうですね。ハウタ広場には猫がたくさんいましたね。誰かが餌あげてるのかな。すごいちっちゃい、猫ちっちゃかわいい。こういうところってもう青と白の絶景だらけだから、もうどこを撮影すりゃいいのかとか分かんなくなってくるよね。そしてさっきのハウタ広場よりももっと広い広場に行きましたね。ここ Google マップによるとプラザウタエルハマンって書いてあります。こっちの広場にはほんとレストランもたくさんあって人もすごい賑やか。たくさん人がいますね。なんかどっかで見たことあるようなキャラクターな気がするけど、立ち居振る舞いがちょっといかつい感じですね。今すぐそこにあるトゥインズっていうレストランの客引きの兄ちゃんと話してたんですけど、めちゃくちゃ明るくてめちゃくちゃ面白い人たちでした。店員さん同士でふざけてて、強引な客引きに合うのかなと思ったけど、それも全くなくて、ただ楽しいだけで終わったんでいい感じですね。こんな場所を発見しましたね。羽のところに立って写真撮るのはおそらく人気なんでしょう。これですね。さすがに私おじさん一人では撮る気がしません。皆さんはこちらでどうぞ。本当このシェフシャウエンの旧市街の街並みは本当広い規模でお店がずらーっと並んでてすごいっすわ。この前行ったチュニジアのシディブサイドより全然規模は大きいね。この階段がファンタジー感満載なんだけど、何これ、すごいことになってんな。さらに上に続く階段もこんな感じでファンタジー感満載でございます。
この道もめちゃくちゃファンタジー。セカオワよりファンタジーですよ。今何人かのモロッコ人に話しかけられていろいろ話してたんですけど、いろいろ有益な情報を得ましたね。この辺のモロッコ人めっちゃいい人で、まず最初に話した人が「お前スパニッシュモスク行ってないのか行けよ」って言われて、いや明日行こうかなと思ったんで、いや多分明日行くよって言ったら「バカかお前は」と、今からサンセットの時間なんだからサンセット見に行けよバカって言われて、あそっかなるほどと思って行くことにしました。それでそのスパニッシュモスクはちょっと離れてるんですよ。なのでタクシーで行くしかないのかなと思って歩いてたら、また別のモロッコ人に話しかけられて話してたら「バカかお前は」とタクシーで行くなんて金かかるじゃないかと、歩きで行けと。いやでも歩きで行くのきつくないって言ったんですけど、こっからラスエルマっていうちょっとした滝がある名所があるんですけど、まずそこに歩いて行けと、歩いて6分ぐらいで行けと。でそこからスパニッシュモスクに行けば結構楽だぞって教えてくれたんですよ。なるほどと、そんな行き方があったのかと。 Google マップには載ってこないルートになるんですけど、そのおっちゃんの言うことを信じてまずはラスエルマという、これも明日行こうと思ってたところなんですけど、そこ行ってそこからスパニッシュモスクを徒歩で目指そうと思います。なるほどね、やっと地理関係が分かった。あそこの小高いとこの上に塔みたいなものが見えるの分かりますかね。あれがスパニッシュモスクなんですけど、でここがラスエルマの滝らへんになるはずで、こっから登っていけるんだ。なるほどね、ラスエルマとスパニッシュモスク全然方向違うからなんでだろうと思ったけど、こっから登山道ができてるんだ。でこの道順を教えてくれたモロッコ人のおっちゃんにめっちゃ感謝です。この順で行くっていうのが全く私の中で頭になかったですわ。ここが滝っぽいところとか川がある景勝地になってますね。ラスエルマっていうところになります。ここもともと明日来ようと思ったんで、明日また来ます。今日はあくまでスパニッシュモスクで、突然ですが喉乾いたんでここで生搾りオレンジジュースいただきます。大きいサイズにしたので15ディルハムでした。ちなみに小さいのは10ディルハム。もう手さばきがすごい華麗な手さばきで作ってくれてます。15ディルハムでいただきました。ぬるいけどめっちゃくちゃうまい。似たようなものをインドで飲みましたけど同じものとは思いませんね。めちゃくちゃうまい。今のこのオレンジジュース屋台のおっちゃんもそうなんだけど、めちゃくちゃいい人ばっかなんだけどシャーフェンとんでもなくいい人ばっか。どうやらスパニッシュモスクへはこの上りみたいですね。ここから見るラスエルマ越しのシェフシャイ園のメディナ、この景色も素晴らしいですね。このように階段もしくは上り坂を登っていく感じになります。てか1個ミスってクロックスで来ちゃった。急遽行くことになったからね。こんな距離ないんでね大丈夫だと思うけど、猫が先導してくれてる。スパニッシュモスク近づいてきましたね。半分ぐらいは来たかな。ついに登り切りました。スパニッシュモスクです。逆光で申し訳ないんですけど、シェフシャイウ園の街並みはこんな感じです。太陽がもうちょっと低くなったらまたお見せします。スパニッシュモスクは思ったよりちっちゃいですね。中は入れないかな。ちょっと回り回ってみましょうか。この辺はカフェ、レストラン、カフェのテラス席になってます。逆光になっちゃうのであえてこっちの山々の方を映しますけど、こっちの山も壮大で素晴らしい光景です。そしてここにはなぜか馬がいます。いつの間にかすごい人の数になってきましたね。太陽が沈む方向が結構高い山があるから早めに日が沈むかもしれないね。 Google によると日没の時間8時26分なんですけど、おそらくそれより早く沈みそうです。もう少しで太陽が山に隠れてしまいそうです。太陽が隠れそうです。いやしかし雲一つない晴天でよかった。今太陽が隠れましたね。逆光が弱まったので青と白の街が綺麗に見えるようになってきました。以上スパニッシュモスクから見る夕日とシェフシャウ園のメディナーでした。よく考えたらこの後夜景が見えると思うからもうちょっとここにいようと思います。ちょっと寒くなってきた。ということで結構暗くなったのでシェフシャウ園の夜景はこんな感じですね。まあです。以上スパニッシュモスクから見るシェフシャウ園の街並みでした。8時54分下山しようと思います。ここ朝来た方がいいんじゃないかな。っていうのもシェフシャウ園ってやっぱ青と白の街並みがメインであるべきだと思うんですけど、夕日の時間だと逆光になって青と白の街があんまり見えない。でプラス夕日自体は
早めに高い山に日が隠れちゃうんで、本来の日没の時間よりも20分ぐらい早く太陽見えなくなるんですよ。でそれもあってオレンジ色になるわけでもなく、普通に黄色い太陽がただ山に沈むっていうだけ。正直日本全国どこでも見れるレベルの夕日だと思います。一方で朝来たら多分朝日に逆側から照らされる青と白の街が映えるんじゃないかなと思うので、明日朝来れたら来ようと思います。来た道と同じ道を下っていこうと思います。帰りは下りなんで余裕っすね。じゃあどっかで飯食いに行こう。山を降り切ってラスエルマまで戻ってきました。この辺はまだまだ賑やかですね。プラザウタエルハマンに戻ってきました。いやミニーちゃんダメだよそれ。バブカサバか。メニューはこんな感じですね。レストランバブカサバ。またタジンにしようかな。このケフタウィズエッグタジンにしようと思います。ちなみにケフタっていうのはモロッコの郷土料理の肉団子だそうです。それのタジンですね。であと飲み物はバージンモヒートを頼みました。ノンアルコールだとは思いますけど、店内はこんな感じですね。で私の席の前は広場の目の前っていう感じです。来ました。ケフタのタジンですね。めっちゃうまそう。ケフタ肉団子もうめちゃくちゃゴロゴロ入ってる。すごいね。めちゃくちゃうまそう。いただきます。これがケフタですね。肉団子いただきます。多分肉はビーフだと思う。美味しい美味しい。で味はケチャップ味の薄いミートソースって感じでね、普通にめちゃくちゃうまいです。で卵もいいアクセントになってありですね。でもちろんパンにつけて食うのもうまい。マラケシュで食べたタジンも美味しかったし、あとエジプトで食べたタジンも美味しかった。タジンはどこで何食ってもうまいっすね。で後から来ましたバージンモヒート。アルコールのない普通のモヒートが普通に美味しいです。もともとシェフシャ園来る予定なかったんですよ。ナイロビのサファリツアーで一緒になった日本人の方におすすめされて急遽来ることにしたんですけど、めちゃくちゃいいっすねシェフシャ園。本当その方に感謝です。もちろん青と白の街並みもいいんだけど、何より人の良さが好きですね。気に入りました。めちゃくちゃいいわ。ごちそうさまです。合計80ディルハムでした。昼飯より全然安かったね。いやうまかったです。シャウエンいいわ。ほんといいシャウエン。てか沈没生活候補にすらなるわ。居心地がいい。めちゃくちゃいい。はい、10時23分部屋に戻ってきました。楽天モバイル1ギガチャージします。はい、それでは今日はシャワー浴びて洗濯をして寝ようと思います。で、明日丸1日シェフシャウエンのこのメディナの中をまたうろうろ散策して観光しようと思います。おやすみなさい。おはようございます。9時7分になります。ホテルの朝食をいただきます。パンにパンケーキ、卵。で、オレンジジュースとコーヒーとヨーグルトって感じですね。いただきます。この真っ青なテラスでいただく朝食も悪くないですね。改めておはようございます。5月26日月曜日11時39分になります。今日何しようかなってちょっといろいろ考えてたんですけど、昨日の仮説を確かめるためにまたスパニッシュモスクまで行こうと思います。私の予感では夕日の時間より午前中の方が青と白の街が映えていいんじゃないかなと思ったので、ちょっと行ってみます。しかしこの青と白の街やっぱりいいですね。落ち着きますなんか。売り物の上で気持ちよさそうに猫が眠ってますね。かわいい。乾燥してるのかな。なんか昨日もそうだったけど、やたら喉乾くんで水買いました。3ディルハムでした。はい、ということで再びラスエルマまで来ました。後でラスエルマも来ようと思いますが、今日もまた向こうのスパニッシュモスクまで行こうと思います。はい、ということでスパニッシュモスクまで着きました。昨日の夕日の時間に比べるとめちゃくちゃ空いてますね。そしてスパニッシュモスクから見たシェフシャウエンの街並み。やっぱ個人的にはこの時間帯の方が好きかな。あくまで個人的な意見ですけど、スパニッシュモスクに登るのは午前中とか昼間の方がいいような気がしますね。そして改めてになりますけど、シェフシャウエンの街並みの周りの山々も本当に素晴らしい景色です。もう360度が絶景っていう感じですよ、ここ。山肌もいい感じですね。しかもこの時間帯だと全然人いないから、特等席から写真撮ったり、
ビデオ撮ったり眺めることもできます。こっちの時間帯の方がおすすめだな。昨日の動画と見比べてみて皆さんはどう感じますかね。私は、この時間帯の方が好きですね。青と白が映えます。乙女のように30分間ぐらい街並みを眺めてしまいました。では下山しようと思います。